こんにちは、みなすです。今回は大阪のミシュラン掲載グルメを5つ紹介したいと思います。どのお店も1500円以下と抜群のコストパフォーマンスなので、きっと行きたいお店が見つかると思います。また概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利です。ちなみに最後に一番おすすめのお店を紹介しているので、ぜひ最後まで見ていってください。最初に紹介するのは心斎橋駅から徒歩7分のところにあるビストロ・ダ・アンジュさんです。ルイ・ヴィトンが近くにあって路地に入ったところにあるフレンチなんですけど、お店は実は地下にあります。なのでお店の存在を知らないと知らずに通り過ぎてしまう隠れ家的お店です。店内はまさにパリのビストロといった感じで、まるで本当にパリに来たかのような空間になっていました。お客さんが多かったので全体は映せてないんですけど、席数は36席と予想以上に広かったです。平日ということもあってか女性のお客さんが多かったんですけど、男性のみのお客さんもいて一人でも入りやすいお店だったかなと思います。メニューに関しては今回僕はスープ、前菜、メイン、食後のドリンクがついたビストロランチにしました。他にも前菜の代わりにデザートがついたアンジェランチやスープ以外全部ついているパリランチなどもあったので、その日の気分に応じてぜひ注文してみてください。最初に出てきたのはかぼちゃのスープで、かぼちゃの甘さとコンソメが合わさった美味しいスープでした。そして次に出てきたのが確かさつまいものキッシュだったんですけど、これも美味しかったと思います。実は去年に行ったものなので細かい味はところどころ忘れてます。メインは子羊のローストビーフでした。僕は羊の肉の独特な味が苦手なんですが、このローストビーフは臭みもなく柔らかい中に適度な歯ごたえもあってとても美味しかったです。これだけのメニューと本格的なフレンチの味で2000円を切っているのはかなりコストパフォーマンスが高いと思うので、皆さんもぜひ行ってみてください。続いて紹介するのは心斎橋駅から徒歩8分のところにあるラーメンギョギョギョさんです。どこかで聞いたことがあるような特徴的なフレーズですが、おそらく関係はないと思います。このお店は魚介ベースのあっさりとした塩ラーメンのお店で、2018年と2019年にミシュランに掲載されています。また食べログの星も 3.7 で全国の飲食店トップ5000にもランクインしているので、ラーメン店の中でもかなり評価が高いと思います。ただラーメンって意外と好き嫌いがはっきり分かれているので、濃厚な豚骨ラーメンとかが好きな方にはもしかしたら合わないと思います。店内はカウンターが12席と決して広くはないですが、清潔感のある空間でした。お客さんの層としてはオフィス街が近いのでサラリーマンのお客さんが多い印象でしたが、女性1人のお客さんもいたので女性の方でも気軽に行けるかなと思います。ただ味はかなり美味しかったんですけど、おしゃれな雰囲気ではないので気になっている異性と行くのは難しいと思います。付き合って日が経ってから行くときっと喜んでもらえるはずです。この日は肝心のメニューを取り忘れてしまったんですけど、一番人気の塩ラーメンがおすすめです。カウンターにはお店のこだわりが書いてあるボードがあって、スープ、麺、チャーシューとかなりのこだわりがあるのが伺えます。本当は全部紹介したいんですけど、残念ながら時間がないのでお店に行ってじっくりと見てください。肝心のラーメンの味に関しては魚介の出汁が効いた塩味のスープが旨味が凝縮されていてとても美味しかったです。またスープだけでなくマグロのほほ肉のチャーシューはホロホロと崩れるぐらい柔らかくて、鶏レモンチャーシューもあっさりとしていて、一つ一つの仕事がとても丁寧だなと思いました。皆さんもぜひ本当に美味しい塩ラーメンを食べに行ってみてください。続いて紹介するのは心斎橋駅から徒歩5分のところにある渡辺カリー心斎橋店さんです。このお店はとんかつカレーで有名なお店なんですけど、本店は梅田にあります。なのでわざわざ心斎橋まで行かなくても大阪駅周辺にいる方はそちらの店舗がおすすめです。お店は雑居ビルの2階にあって初見では気づかないところにあるので Google マップを見ながら行ってください。店内はチェックの壁が目を引くおしゃれな内装になっているのでデートでも利用できるかなと思います。また席数はカウンター席とテーブル席合わせて15席とそこまで広くないのでお昼時は待つ可能性があります。
なので心配な方は電話をしてみるか、お昼から時間を少しずらしていくのがおすすめです。渡辺カリーさんでぜひ一度食べてほしいのが人気ナンバーワンのスパイスとんかつカリーです。1250円と高い気もするんですが、とんかつのボリュームがすごいので頼んだ後の後悔はきっとないと思います。ドリンクメニューのビールはとんかつとの相性も抜群です。20歳を超えている方はぜひ一緒に頼んでみてください。実際見てみないととんかつのボリュームがわからないと思うんですけど、手のひらサイズぐらいはありました。なんといっても衣が薄くて肉が分厚いので食べ応えも十分あります。またスパイスが効いたスープカレーのおかげでさらっと食べれるので、女性のお客さんでも一人で食べきることができると思います。皆さんもぜひ本当に美味しいとんかつカレーを食べに渡辺カリーさんに行ってみてはいかがでしょうか。また近くにはリロコーヒー喫茶という一押しのカフェもあるので、そちらもぜひ行ってみてください。続いて紹介するのは心斎橋駅から徒歩12分のところにあるピッツァリア・ダ・ディグレさんです。名前の通りピザのお店なんですが、2019年、20年、21年と3年連続でミシュランガイドに掲載されています。今まで紹介したお店もミシュランに掲載されているんですが、3年連続というのはほとんどないのでかなりすごいことだと思います。店内には壁一面にイタリアの写真が飾っていて、なんだかイタリアに旅行したような気持ちにさせてくれました。また席はカウンター席のみで11席しかないんですけど、逆にテーブル席がないので1人でも入りやすいお店だと思います。どうしてもピザを食べるってなると誰かと一緒に行くことが多いと思うんですけど、その点このお店は気兼ねなく美味しいピザを食べることができるのでおすすめです。このお店の珍しいところが注文を券売機でするところで、入り口にあるメニュー表から好きなピザを選びます。メニューは定番のマルゲリータからスペシャルピザまで9種類あるんですけど、どれもかなり美味しくてコストパフォーマンスが高いです。支払いは確か現金のみだったと思うので、キャッシュレスにしている方は注意してください。このお店はピザへのこだわりがおしぼりの袋に書いてあるので、それを確かめながら食べるとより一層ピザが美味しく感じると思います。今回僕は定番のマルゲリータを頼んだんですけど、これが本当に美味しくて、トマトのちょうどいい酸味やモッツァレラチーズの濃厚な旨味、そして香ばしいピザ生地が相まって最高に美味しかったです。皆さんも心斎橋の近くに行った際はぜひ一度足を運んでみてください。ちなみにこの近くだとお茶が味わえる和土おもてなしカフェさんもおすすめです。よかったらそちらの動画も見ていってください。最後に紹介するのは僕の特におすすめのお店です。心斎橋駅から徒歩10分のところにあるビートさんで、このお店はうどんのお店なんですが、ミシュランガイドに4年連続で掲載されています。先ほど紹介したピッツァリア・ダ・ディグレさんも3年連続で掲載されていたすごいお店だったんですが、このお店はさらに上を行って4年掲載されていました。店内は木のぬくもりを感じるおしゃれな空間になっていて、うどん屋さんなんですがデートでも利用できると思います。お店も大通りから離れた隠れたところにあって静かで落ち着いているのでゆっくり話すことができます。メニューに関してなんですけど、ビートさんで提供されているうどんは全て国産小麦を使用しており、お出汁も無添加というこだわりがあります。出てくるまでその分時間はかかってしまいますが、しっかりと調理されているなと感じました。今回は2人で行ったので、すだちのかけうどんと野菜の天ぷらうどんを注文しました。すだちのかけうどんの方は爽やかな香りと温かいお出汁が抜群に合っていて、寒い季節に食べたくなるような一品でした。天ぷらうどんの方は冷たいうどんだったんですけど、ビートというお店の名前の通りうどんが輝いていて、またコシもかなりあって本当に美味しかったです。皆さんもぜひ美味しいうどんを食べにビートさんに行ってみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。行きたいなと思えるお店が一つでも見つかれば嬉しいです。またいいねやコメントをたくさんいただけると今後も皆さんにより良い情報をお届けできると思うのでお待ちしています。それでは皆さん、また会えることを楽しみにしています。